今年も残すところ3週間で、来週は年内最後の年金支給日なんですが、皆さんのそのお金が詐欺グループに狙われているかもしれません。道内でも被害が増えているという最新の手口を再現ドラマや実際の記録を使ってお伝えします。まずはこちらをご覧ください。こんな電話かかってきたことはありませんか？もしもし、田中です。こちらは日本年金機構です。国民年金の受給額についての確認書類のご返送がいただけないご家庭にご連絡しております。ご対応をいただけない場合は国民年金の受給を停止する場合がございます。え？年金が止まる？かかってきたのは日本年金機構を語る自動音声です。実はこの電話、詐欺なんです。今年道内で起きた特殊詐欺の被害額は先月までになんと19億円。去年と比べますとすでに3倍以上にも上っているんです。中でも特に詐欺が増えると言われているのがまさに今12月なんですよね。さらに来週の月曜日は今年最後の年金支給日を迎えますが、その年金実は狙われているかもしれません。今日本年金機構を語る自動音声電話が増えていて、ガイダンスに従ってボタンを押すとどうなるのかと言いますと、日本年金機構斉藤がお受けいたします。本人確認のため名前と生年月日を教えてください。ボタンを押すと電話がつながったのはオペレーターを名乗る人物。田中弘子です。生年月日は1957年5月6日です。ありがとうございます。田中様には還付金があります。今すぐキャッシュカードを持って ATM コーナーに行き手続きをしないと無効になるんですよ。今すぐ無効になるなど煽る言葉を使って相手を焦らせるというのも犯人がよく使う手口です。もしもし、 ATM に着いたのですが。還付金を受け取るための手続きをします。私の言う通りに操作してください。指示された通りに ATM を操作してお金を振り込んでしまった女性。自動音声ガイダンスに応えてしまうとこのような還付金詐欺に発展する恐れがあるんです。そもそも日本年金機構から自動音声で電話がかかってくることはあるんでしょうか。実際に年金事務所に伺って先ほどの自動音声を聞いていただきました。音声をお聞きいただきましたが、このように年金機構の皆様から自動音声で年金を止める、そういうご案内をすることはあるんでしょうか。はい、日本年金機構とか年金事務所の職員がですね、自動音声を使ってご案内するということはありません。年金機構を語る自動音声の被害ですとか相談っていうのは増えているものなんでしょうか。はい、日本年金機構を語る自動音声の不審電話は、それにかかるお問い合わせ件数は、今年度4月から10月の7ヶ月で約1200件来ております。10月ですでに去年の2倍近くになっていて、その内容は手続きをしないと年金の支給が止まるというものです。では年金に関する通知は本来はどのように来るんでしょうか。電話で年金の支給が止まるといったことのご案内は一切ありません。で、年金の支給を停止する場合はですね、支給額変更通知書といった、通知などで、事前に送付をするということになっております。じゃあ電話ではなくお便りで届く、はい、そうです。ということなんですね。
もしこの電話がかかってきた場合はどのように対処していけばいいんでしょうか。はい、今多発している自動音声の案内についてはですね、日本年金機構からそういった自動音声の案内はありませんので、もしそのような電話がかかってきたときはですね、その音声に沿った対応は絶対にしないでいただきたいです。年金機構からの電話は基本ないと考えて大丈夫ですかね。はい、そうです。さらに街行く人に聞いてみると、自動音声を利用した電話はこれだけではないんです。名前は言わないんですけど、NTT の件で契約関係についてご確認したいとかね、ちょっとお伝えしたいことがあるので、そんな最初イントロで入ってたと思うんですが、 NTT を語る電話、7月にオホーツクに住む50代男性にかかってきたという実際の通話記録がこちらです。こちらは NTT です。お客様が現在ご利用中の携帯電話、固定回線などのすべての通信サービスを2時間以内に停止させていただきます。こちらは最終通告です。ご不明点があるお客様は1番を押してください。はい、こちら NTT カスタマーセンター担当の中本です。ご用件をお伺いいたします。この職員を名乗る男は契約内容を確認するといい、男性の個人情報を聞き出しました。その後、大阪府内で勝手に携帯電話が契約されているので被害届を出すように促して、電話はなぜか大阪府警につなげられたんです。こちら大阪府警緊急通報ダイヤルです。どうされましたか。個人情報が悪用されて携帯の不正契約がされてしまったので、被害届を提出したいんですよね。 LINE というアプリご存知ですか。そちらに警察専用のシステムを設置いただいております。でそのシステムを介してですね、私の身分証明を行わせていただきます。ちゃんとね、警察手帳も開示させていただきますのでご安心ください。このように警察官に扮した犯人が SNS の LINE を使ってビデオ通話で偽の警察手帳などを見せてお金を要求する詐欺被害というのが深刻化しています。まさに自動音声が詐欺の入り口になっているんです。その男性は詐欺だと気づいて電話を切った後、すぐに警察に通報したということです。今回は北海道警察生活安全企画課の西中警部にお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今 VTR でお伝えしました自動音声を用いた詐欺なんですけれども、これに引っかかりやすいっていうのは何か理由があるんでしょうか。はい、最近はですね、サービス向上ですとか、業務効率化のために自動音声を利用する企業、自治体なども多いものですから、そういったところで、本物と誤認しやすいということが考えられます。福永さん、村雨さんも実際に電話をかけてみると自動音声で対応されたっていうことは最近よくありますよね。よくあります。いろんな部分で例えばチケットを買うときとかもそうだし、大体今どちらかというとも自動音声の方が多いかなっていうぐらいですよね。だんだんとね、これ自動音声一般的になってきていますけれども、じゃあどう気をつけていければというのはどうなんでしょう。はい、ポイントなんですけれども、こちらですね、まずどのような内容であっても自動音声で電話がかかってきた場合はもうその時点で詐欺を疑って注意してください。こちらからかけて自動音声で対応するというのはよくある話ですけれども、向こう側から自動音声が来た、そういった場合は疑った方がいい、そういうことになるんですね。ではこのように本物に見せかけたいわば偽物による電話というのが増えてきているという実態なんですが、実はですね、他にもこんな偽物による手口というのがあるんです。投資の話をする高市総理、この動画の罠なんです。今横行しているのが著名人のなりすまし、その被害も深刻です。一体どんな手口なのか、この後ご紹介します。今月12月は詐欺に注意が必要です。今日はスタジオに北海道警察の西中警部をお迎えして、道内でも被害が増えている詐欺の最新の手口について教えていただいています。
先ほどは自動音声についての詐欺についてお話ししましたけれども、こちらも被害が増えているんです。著名人のなりすましについて解説していきます。大金を稼ぎたいなら今すぐ参加してください。そんな文章と一緒に掲載されていたのは経済アナリストの森永康平さんの写真です。投資を勧める広告のようですが、これは全て偽物なんです。今 SNS には著名人を使った偽広告が多くありまして、その広告を信じて被害に遭う人が後を絶ちません。タモリさんので1億ぐらいどうのこうのとか言って、1000円から小口からとかいう感じで口座を紐付けするんですよ。口コミとかで調べた。そしたらやっぱり詐欺だって、こう自分の情報を入れたのでちょっと電話番号を奪われてしまった。全国の SNS 型投資詐欺による被害額は10月末で945億円と過去最悪の被害です。その中でも被害が最も多いというのが50代と60代ということなんです。さらに SNS のインスタグラムを見ているとこんな広告も流れてきました。 SNS に流れてきた広告なんですが、これは高市総理でしょうか。本物なんですかね。条件が達成されなかった場合、投資額を返金するだけでなく、初回拠出額の15倍の保証をお支払いします。これが私たちの高市総理が投資を呼びかける動画、これは本物なのでしょうか。 AI に詳しい専門家に見てもらいました。弊社の方で検出かけた結果もフェイクというふうに判定されてますし、私の目から見ても偽物の可能性がかなり高いかなというふうに思いました。誰でも一瞬で作れてしまうので、数ヶ月前の本当下手したら数千倍数万倍ぐらいになってるんじゃないですかね。ではこの広告を信用するとどうなるのか、実際に経済専門家を語った広告にアクセスしてみました。 LINE のアカウントを追加して投資に興味があると伝えると招待されたのは株式投資のグループトークです。このグループ内では先生と呼ばれる人物がおすすめの株式情報を随時発信していました。その情報に対して他の参加者は、先生のアドバイス通りにすぐ売却してほっとしております。損なくしっかり利益が取れて安心です。先生へ感謝や尊敬の言葉を述べる人が次々と、これも信用させるための手段なんでしょうか。ここでグループトークに詐欺ではないのですかと聞いてみました。するとその数時間後、同じグループに参加していた男性から個人的に連絡が来ました。送られてきたメッセージには、今いるグループは詐欺グループと書いてあります。男性は以前同じようなグループトークを使った詐欺を見たことがあったので、私たちに忠告をしてくれたんです。インフルエンザを語ってる名前で怪しいと思った方がいいですかね。もう大半が多分グルだと思うんですよね。儲かったわっていうのを言ってるじゃないですか。それでさも儲かってるこの人たちの言うことを聞いたら儲かるんだっていうことを演出してるんですよね。会話の中でちょっとおかしい感じが出てくるんですよね。日本のフォーマットと違う自己防衛を自分でするしかないです。この連絡をくれた男性はですね、以前これとはまた別の手口で20万円ほどの被害に遭ったことがあるということで、同じような被害者を増やしたくないということで我々に忠告をしてくれたということだったんですよね。では西中さん、このような LINE のグループトークに参加して詐欺に投資を進めるというのは実際にこれ詐欺である手口なんでしょうか。はい、今まさに多発している SNS 型投資詐欺の手口になります。北海道内でもですね、9月に、実際に同様の手口でおよそ3000万円
お金を騙し取られるという被害が発生しております。今出ていますけれども、このような有名人を語った詐欺というのが実際に道内でも被害があるということなんですよね。そして VTR の中にもありましたけれども、まさに福永さんの世代の50代、60代が被害者に多いということで、これは何か理由がある？ぜひ教えてください。はい、ある程度ですね、投資に回せる経済的な余裕が出てくる世代で、また老後のための資産を増やしたいという思いからですね、このような広告を信じて被害に遭ってしまうといったことが考えられます。今やっぱりその NISA っていうね制度もできたんで、やっぱ老後の自分の蓄えは自分で何とかしていかなきゃいけないという時代になってきたんで、そこでついこういうところに入っていってしまうという気持ちはよくわかりますね。そして福永さんもインスタグラム利用されていたりしますけれども、このようなね広告見る機会もあるんじゃないですかね。ありますね。実際私のインスタグラムのダイレクトメールにも、そんな著名人のなりすましじゃないですけど、やっぱり投資の話みたいなのが来ますよ。だからこれは絶対ないなと思って黙殺しますけど。いや、ありますよね。そういう SNS を使う人も増えてきている中で、どう被害に遭わないようにしていくのがいいんでしょうか。はい、ポイントこちらに書いてある通りなんですけど、まずですね、著名人の方が、無料で投資教室を開催したり、確実に利益が出る投資話を教えるということは基本的にありません。それからですね、SNS を通じた投資話、投資教室、必ず値が上がる、確実に儲かる、そういったような話はですね、詐欺を疑って注意してください。少しでもですね、不審に感じましたら、警察相談ダイヤル#9110、こちらに相談をいただきたいと思います。うまい話はないということですね。まず疑ってかかるということが大切です。ということで今日は北海道警察生活安全企画課の西中警部にお越しいただきました。貴重なお話をありがとうございました。最後に確認なんですけど、もう一回ちょっと年金の話に戻りますけど、年金がもし止められる場合には文書で送られてくるって話ありましたけど、そのじゃあ文書もまた詐欺まがいのものが出回る恐れもきっとあるかと思うんですよね。やっぱりだからもう最後はここですか。そうですね。もう何でもとりあえず疑って、その文書で来た場合も実際年金事務所に確認してみるだとか、そういったようなことが必要なのかなと思います。うちの親もそうなんですけど、ご年配の方なんかも人様を疑うなんてってお気持ちがね強いかと思うんですけど、もう今の時代やっぱり、まずは疑ってかかるぐらいのことじゃないとって、そうしないとなかなか嘘は見抜けないっていうことですよね。ありがとうございました。ありがとうございました。